これ品種は何になるんですか？品種は農林61号です。小麦が3ヘクタール4ヘクタールぐらいあるでしょうかね。あとライ麦が2ヘクタールぐらいあります。親の代から作ってますので、50年以上になるでしょうかね。ほんでパン屋さんに卸すようになってから35年ぐらいになると思います。一般的な農家は化学肥料と農薬を使って薬で、なり肥料で生育調整してますけど、薬は当然使わないんですけど、あと肥料としてはやむいずレンゲを育ててみたり緑肥をしてみたり夏にひまわりを作ってみたり、それでも足らない時は発酵鶏粉を使ってますけど、で基本的には田んぼと畑を転換することによってお互いの雑草とか病気とか抑えられるので、その辺をなるべく考えてやってます。その頃そういう無農薬でやってる方なんて異端児でしたよね。自分の生き方で迷った時や30代に、やっぱりそっちこっち、歩ってて人の縁で、これから農業は多収だけじゃないと、米と麦を通して自分が何ができるかっていうところから入ったもんですから、日本の食事でも中心はお米で小麦で、麺でっていうことがあって、それをないがしろにされたきて、米は儲からないからということで今の米不足の始まりみたいになったんだと思うんですが、さっき言ったように減反政策によって農家はえらく変えられてしまってきていると思います。で米余りになったことで農業組織自体、農業の環境自体、いろんなものが大きく変わったんだろうな。そしてそれとともに社会の構図も近代化っていう社会に動き出したのが約55年ぐらい前の大阪万博の時から大きく今の社会が動き出したような気がしますけど、その中でやっぱり農家の長男として葛藤があったから違う方にそうですね、格闘があって日本中歩ってそっちこっちの稲を見たり麦を見たりして、ここしっかりしてればいいんだなということで、始まりましたね。で無農薬と有機農業の始まりが約35年ぐらい前になります。でそんな中で、ライ麦を作らないっていう話がルヴァンの従業員からいただいて、国産のライ麦がないっていうことで、自分もその頃はハングリーだったのでチャレンジ精神が多くて、若かったこともあって、じゃあ誰もやってないことをやってみようかっていうのがライ麦作りの最初でしたがね。でライ麦を作ったおかげで、いろんな収入としたらそんなに10Rいくらっていう計算したら小麦の方がいいんですけど、小麦にないそういうライ麦の力っていうものをいっぱいいっぱいいただいて今があります。ごめん、去年はここはライ麦を育ててたんですよ。今年は小麦とチェンジしてライ麦を向こうの畑の方へ持っていくんです。変えることに意味があるんですね。そうですね。連作障害もあったりして、全然案内して、これライ麦です。今年晴れたんで畑が肥えてるんですよ。ライ麦は本当に肥料のないところへ育てたいのですが、田んぼでさっきの小麦跡のところに肥料もやらない育てるといいのできるんですが、今度はこれもライ麦で、ちょっとじゃあもう空き地って今年は倒れそうで頭痛いところです。畑が肥えちゃってるんですよ。これライ麦。ライ麦ですか？はい。全然違いますね。これはいつ頃収穫するんですか？小麦買った後だから6月20日から6月いっぱいにできればいいのかなと思っています。肥料はもうライ麦は基本的には全然入れてない。そうなんですね。入れると倒れちゃうので、高くなりすぎる。もう2メートルぐらいになるのでで、箸量を減らしてます。
種まく、普通小麦だと8キロとか10キロぐらいまくんですが、ライ麦は1キロまくが1キロなんです。だから量が少ないので機械でまくのが大変なんですよ。そうなんだ。でそこにくず米をブレンドして、5キロぐらいにして、まいていきます。お米も一緒に。そうそう、くず米を量を増やすためにね。でくず米は芽出ないから腐っちゃうって。そうかそうか、わざと増やすために。そうそうそう、そんじゃないと機械が1キロまく性能じゃないんです。3キロとかそのくらいのレベルまでっきり絞れないので、まあこれとこれで半分もないかな、3分の1ぐらいかな、まだもうここには。でも草を抜くのもう巻いただけでほとんど何もしてない。草抜かなくてもいいんですか？ライ麦のが強いので最初からずっとはい。でも巻くだけなんですか？巻いて、あと麦踏みと土寄せはします。で、10センチか15センチに1坪ぐらい落っこる程度でもこんなに分裂して、分裂っていうのは枝分かれするんですよ。芽出たのが30分ぐらい分裂するので。日本であまり育ててる人がそもそもいない。もう気象条件も合わないですね。北海道の方は、ね、いるでしょうけど、でとりあえず収穫が梅雨にぶつかるので、そうすると病気になったり倒れたり刈りづらくなったりっていうことが起きますので、ね、こんな大きな方なんで。そうですね、小麦とは全然違いますよね。でまだ花咲かないんだけど黄色い花が咲いてきます。もうちょっとすると今度はこれが今おしべが出て花粉を飛ばすけどね、黄色の花粉。でもその気象条件が合わない中で、はいはい、ここで育ててるじゃないですか。はい、どういうふうにその問題はこうクリアしてるんですか？まず育ちすぎないように抑えるのが一つの技術なのかな。だから走りをもさっきも言ったようにかなり減らして一旦分で1キロ巻くようにしたりして、で最初は寂しくてこれで取れるのかなと思ったらこの状況になりますので、それだけの能力があるので、能力がある、育つ能力がね、だからそれを十分に出せるように育てれればいいのかなと。この田んぼも全部林もうちのなんです。そうなんですここはそんなわけでいろいろ米っていうお米をここで作ります。ここで作ってるんですね。はい、他の田んぼと隔離したとこじゃないと、黒米とか赤米が他に入ると大変なことになるので。そうなんですか。はいはいはい、黒い米がなんかネズミの糞に見えるじゃないですか。今何種類をそうやっていろいろ巻いて作ってるんですか？まあ種取りしては600先ありますね。600？ はい。600種類。ここに600種類あります。一鉢ごと全部違うんです。そうなんですか。これスズメよけなんですよ。食べに来るんですね。食べられちゃう。これ一品種全部違うんです。こう見てもなんか違いがまだわからないですね。だんだん大きくなってくるとわかるんですか？はい。650ぐらいあると。650どうやって集めたんですか？いや、持ってる人はお願いと分けてとか、コツコツ集めて、コツコツ35年集めて。そうなんですか。すごいわ。でこんなに持ってる人他にいるんですか？いや、国のレベルならいると思うんですが、国とか大学のレベルならはいるんですよけど、個人としては、おそらく100種類200種類はいるだろうと思うんだけど、で赤米黒米なんての日本の神社のご神体としてあったのもあるので、岡山田総社神社っていうのがあって、そうじゃ入ります。あつくにはその赤米のご神体だと思うよ。そうなんですね。はい。昔はその地域で、はいはい、結構オリジナルの持ってたと思います。その地域独自の稲を持ってたんですね。多分だからね、稲は日本の文化の
なんか礎であったり環境の元であったり食べるための元であったり全てそこに行き着いて今の環境があるんでしょ。あと指紋チープをしてないと原爆稲は厚くにあります。これが原爆稲だけど普通今は分かんないです。原爆稲と寒二法という美しい稲とこれはしめ縄用の稲ですけど、これだけ分けてるんですね。そう今年で80年か。前に長崎の浦上天主堂の前に田んぼがあったそうです。そこで被爆して8月9日に地上部は焼けたんだけど根が残ってて、そこからまた再生して実った子孫です。で今でも遺伝子が傷ついてるので穂のうち20粒とか30粒ぐらいっきり実が入らないで7割8割が不燃です。実が入ってないもみが出ます。そんなにあるんですか？はい。だけど人間が傷上がるようにそういうのばっかじゃなくて実が入ったのも出てきますけどね。基本的にこれにはその実が入らない稲を残して次の世代についています。どういう目的でやってるんですか？いやもう放射能の面白さを伝える、目で見てその確認できるのはピアノとかなんかいろんなあるけど、僕ができる仕事としては平和のためにこの稲を伝えて、現実はこうだ、目に見える生きた証人だもんね。話で聞いたり何かでいろいろ聞くけど、実際に確認するということは80年経っても稲があるということで確認できるんで、その確認する意味合いもあって、みんなに確認してもらう意味合いもあって育てていますけど、これで食べておいしいまずいじゃないんです。その稲の持ってる働きとして原爆にはそうだろうなと思って育てています。原爆稲。原爆稲で去年収穫してる。去年一昨年になっちゃうな。これなんかよくわかるかなと、これ黄色っぽいのが実が入ってるのね。はい、これらこの緑っぽいのは実が入ってないのよ。あ、本当だだ。これ大体120、30ついてるけど40粒ぐらい入ってないで、あとは不燃なの。実が入ってないの。この黄色いのは実が入って、この青っぽいのは実が入ってないの。これでもずっと何代もだいぶ経ってる。80年前だもんね。こういう実が入るのも出てくるよ。あ、こっちが実が入ってる。色が黄色い。ただ種として残すのはこっちのがあれで、この実が入ったのだけは毎年種として残して、それをまたね実が入ってない。加藤時子さんがそれを目当てに来た時の記事だな。2010年。我が家に親に来た加藤時子さん。もう一回ライブ行きました。うち来たことあるんですよ。わざわざその原爆稲をね見に。